ロータスヨーロッパスペシャル。1966年に登場したロータスヨーロッパの最終進化系が1973年に登場したビッグバルブのツインカムエンジンを搭載したロータスヨーロッパスペシャル。 FRP ボディで730キロと軽量なため、運動性能は大排気量のスポーツカーと比べても遜色がありませんでした。展示車両は左ハンドル、ストロンバーグキャブ仕様、レッドのストライプに29個の撃墜マーク、リアウィング、日本仕様のフロントウィンカーなど吹雪優也仕様を再現しています。劇中でよく壊していたスタビライザーは上方に移動してあります。ディーノ 246GT。 ディーノは V12 を搭載しない特別なフェラーリとして登場しました。フェラーリの名はついていません。ディーノの名はフェラーリの創始者エンツォの若くして亡くなった息子の愛称に由来しています。そのロードバージョンである 206-246GT は横置きミッドシップで居住性に優れ、トランクも十分な広さを有し、308-328へと続くスモールフェラーリの元祖であり、今なお人気があります。展示車両は後期型 246GT です。劇中では沖田がドライブし、公道グランプリに参加しています。その後レーシングスペシャルに改造され、レースに参加しています。サーキットの女将でロータスヨーロッパと並んで有名な車となっています。ポルシェカレラ RS2.7、 通称73カレラはレース用のベース車両として1972年に登場。排気量アップでパワーアップし、太くなったリアタイヤに合わせリアフェンダーをワイド化、ダックテールと呼ばれるリアスポイラーが装着されていました。当初グループ4のホモロゲに必要な500台の生産予定でしたが、世界中から注文が殺到し1000台以上が追加生産されました。展示車両は2002年から2006年まで JCCA クラシックカーレースに参加していました。劇中ではライバルの早瀬左近の最初の愛車として登場し、公道グランプリに出場。アクシデントでオイル漏れのトラブルを抱えながら3位でゴールしました。ポルシェ928。ポルシェの911に代わる主力モデルとして開発されたのがポルシェ928です。スポーツカーというよりもラグジュアリーな高性能ツーリングカーに仕立て上げられています。928S、928S4、928GT、928GTS と進化しながら1997年まで生産されましたが、販売台数はあまり伸びず、人気だった911シリーズの後継となりきれませんでしたが、今でも根強いファンは多く存在しています。展示車両はサイドモール、スポイラーなどを持たない初期の928で、シンプルでクリーンな感じが逆に新鮮です。オートマ車の多い928には珍しいマニュアル車となっています。劇中では京都の女性グループ紅クジャクの総統京極さくらの愛車として登場し、筑波サーキットを舞台に吹雪のストラトスや椿健太郎のランボルギーニシルエットとバトルを繰り広げていました。ランボルギーニカウンタック LP400S。 カウンタックは1974年にミューラの後継モデルとして登場しました。当時はガルウィングドアと呼ばれたスイングアップドアによる存在感は圧倒的で、スーパーカーの象徴として今なお高い人気を誇っています。手の込んだスペースフレームは剛性も高く、走行性能も高いものとなっていました。モデルチェンジを繰り返しながら1990年まで生産され、約2000台のカウンタックが生産されました。展示車両は1982年型の LP400S で、ドイツでミューラの純正色ライトグリーンに塗り替えられ、2006年に日本に輸入されています。劇中ではファーストモデルの LP400 が浜の黒豹の愛車として登場して、幾度となくクラッシュを演じているほか、謎の LP500 も登場することになります。ランボルギーニミューラ P400S。 1965年トリノのショーでシャシーのみ展示され注目を集め、翌年マルチェロ・ガンディーニのデザインによるボディをまとい、
ミューラ P400 というネーミングで登場。その美しいデザインとメカニズムで一躍ランボルギーニの名を世界中に知らしめました。1968年に P400S、1971年に P400SV へと発展しました。展示車両は中期モデルの P400S となっています。劇中ではプロレーサー飛鳥実のドライブで随所に登場しています。またミューラをベースにサーキット用に改造された特別な1台はイオタの愛称で有名となっています。フェラーリ 512BBI。BB シリーズはカウンタックと並びスーパーカーを代表する存在です。V12 をミッドに搭載するフェラーリ初のロードカーとして1971年に 365GT4BB が発表されました。1976年に排気量を 4.4 リッターから5リッターに拡大した 512BB が登場し、1981年にインジェクションを搭載した 512BBI となり、1984年にテスタロッサにバトンタッチする形で生産終了となりました。展示車両はシリーズインジェクション装着の最終モデルとなっています。劇中には 365GT4BB が A 級ライセンス模擬レースに登場しているほか、 512BB とカウンタック LP500 と謎の極悪コンビが登場し大暴れしていました。フェラーリ 308GTB D の246の後継者として1975年に発表されたスモールフェラーリ。308は3リッターの V8 エンジンを意味します。308シリーズはそのサイズとスタイルから非常に人気が高く、最終モデルであるクワトロ・バルボーレが1985年に生産終了となるまで実に1万2000台が生産されるフェラーリの大ヒット作でした。展示車両は人気の高い FRP ボディを持つ初期モデルとなっています。劇中ではフェラーリの女兵こと田原美香がドライブしました。フェラーリの女兵はその美貌と男勝りの走りで人気キャラクターとなっていました。ピーターソンの悪質な攻撃から吹雪をかばおうとして渦潮バンクで大クラッシュを演じ、壮絶な最後を遂げていました。ランチア・ストラトス。 WRC 世界ラリー選手権でタイトルを取るためにランチアが開発生産したラリーカーです。グループ4の規定に合わせて500台が生産されたと言われていますが、実際には500台に満たないと言われています。1974年、75年、76年と3年連続で WRC メイクスタイトルを獲得。親会社フィアットの意向でワークス活動休止後もプライベーターの手により WRC に出場していました。劇中では主人公吹雪の3代目の愛称として登場。シルエットフォーミュラに改造されルマン・イン・ジャパンに参加しています。その他北海の龍こと原田のドライブで A 級ライセンス模擬レースにも登場していました。いいですか？あ、見たいです。ありがとうございます。あ、ここはトランクじゃないや、リアのハッチ、これで開けんすよ。これどういうエンジンなんですか？エンジン？エンジン。フェラーリのエンジン。あ、フェラーリのエンジン。8気筒？何気筒？6です。6気筒。多分ね、この、あ、これと。多分同じ。多分同じ。はい。トヨタ 2000GT。トヨタ 2000GT は日本初の本格的なスポーツカーとして
1965年の東京モーターショーで発表されました。ツインカムエンジン、四輪ディスクブレーキなど当時の技術の推移を集結した車でした。ただしほとんどが手作りだったため、売れば売るほど赤字だったと言われており、4年で製造が終了しました。展示車両はかつて千葉55ほ1108のナンバーで登録されていた車両で、同じナンバーで劇中に登場しています。現在は新しく取り直したナンバーとなっています。劇中では悪役のピーターソンがドライブ。初めはナンバーが書かれていませんでしたが、当時のオーナーの希望で途中から同ナンバーが書かれたと言われています。ロータス 107C、 F1 の名門ロータスが1992年シーズン用に投入したロータス107をベースに、1994年のレギュレーション変更によりアクティブサスペンションなどハイテクシステムを取り除き、無限 V10 エンジンを搭載したマシンが 107C です。無限 V10 エンジン専用に新設計される109までのつなぎ的なマシンでした。ジョニー・ハーバードとペドロ・ラミーが第4戦まで、ラミーと交代したアレッサンドロ・ザナルディが第6戦まで使用しました。残念ながらロータスは1994年を最後に F1 から撤退してしまい、2010年までF1 に名門ロータスの名前はありませんでした。サーキットの狼の主人公吹雪も飛鳥実と共に F1 にステップアップし、日本人初の F1 ウィナーを競い合いました。ちなみに吹雪が初めて運転した F1 もロータスでした。矢田部 RS、 展示車両は D のレーシングスペシャルに憧れたかつてのスーパーカー小僧が実車を手に入れるためにパイプフレームからワンオフで作成した車です。エンジンはフェラーリ328の V 型8気筒を搭載。ボディも手間のかかるアルミ叩き出しで作成。池澤聡デザイン監修のもと、劇中のイメージを見事に再現してあります。プロジェクト途中の2013年にサーキットの狼ミュージアムがプロジェクトを引き継ぎ、作成開始より約10年が経過した2016年、ようやく完成しました。吹雪のレース車両として沖田の D の 246GT をベースに軽量化、チューニング、大改造したのが D のレーシングスペシャルです。レースでは傷つきながらも見事に優勝を果たしました。トヨタ 2000GT オープン。日本初の本格的なスポーツカーとして登場したトヨタ 2000GT は市販に先駆けてトライアルで数々の世界記録を樹立した一方で、映画007は2度死ぬのボンドカーとしても活躍しました。撮影用にオープンに改造され、ジェームス・ボンドと共にカーチェイスを繰り広げた映画撮影に使われたオープンカーは現在トヨタが所有しており、イベントなどでその雄姿が見られます。展示車両の 2000GT オープンカーは約20年前に事故車をベースにオープンカーに改造された車両です。映画に登場したオープン仕様をモチーフにオープン時のスタイルにもこだわった凝った作りとなっています。脱着式のキャンパストップもあり、雨天での使用も可能です。オープンに改造された 2000GT は現在アメリカ、イギリス、日本など他にも数台存在すると言われています。ジャガー E タイプロードスター。ジャガー XK シリーズに代わってジャガーのスポーツラインナップを担う車として1961年にジュネーブ賞にて発表されました。それまで C タイプや D タイプでのレースでの活躍によりスポーティーなイメージが強まっていましたが、そのイメージを利用するため XK の後継者に XK の名称を用いず、レーシングカーとしてのつながりを示す E タイプという名称を用いました。流麗なデザインと卓越した性能、それでいてライバル車よりも安価で E タイプは大きな人気を博し、特にアメリカでは大ヒットとなりました。その空力を意識したデザインはマルコム・セイヤーによるものです。エンジンは当初 3781cc の直列6気筒 DOHC で、後に 4235cc へと排気量が引き上げられ、最終的には 5343cc の V 型12気筒 SOHC が搭載されました。
当初は4速マニュアルのみでしたが、途中からは3速オートマを選べるようになりました。ボディは全モデルを通じてモノコックとチューブラフレームが併用されていました。マセラティカムシン。1972年に発表されたカムシンはミューラやカウンタックと同じガンディーニによるデザインで 2+2 でありながらスーパーカーらしいウェッジシェイプのデザインが印象的です。 V8 エンジンをフロントに搭載し、最高速度275キロをマークしました。サウンドも V8 らしい荒々しいものです。当時の親会社にあたるシトロエンの特許ハイドロニューマチックが採用されており、ブレーキ、ステアリングなど独特のフィーリングを持っていました。劇中では A 級ライセンス模擬レースに登場し、 BMW3.0CSL と激突し、空中を飛び吹雪のロータスの屋根に穴を開け大破してしまいました。ランボルギーニシルエット。ランボルギーニシルエットはウラコをベースとしたデタッチャブルトップの2シータースポーツカーです。 50% 扁平のタイヤ、それをカバーするオーバーフェンダーのほか、フロントスポイラーなど当時の先端のデザインが採用されていました。1976年のジュネーブ賞で発表になり、1979年まで3年間生産されましたが、あまり売れなかったようで飛散台数は53台にとどまっています。展示車両は1978年型で、当時の正規ディーラーであったシーサイドモーターが輸入した1台であり、初代オーナーは小林明さんです。劇中では赤いランボルギーニシルエットが椿健太郎のドライブで登場します。デトマソ・パンテーラ。パンテーラはデトマソのシャシーにフォードのエンジンを搭載した異色のスーパーカーです。生産性を考慮しセミモノコック構造となっているのが特徴です。重心を車体の中央に近づけるため、縦浮きエンジンが室内に食い込むほど前方にマウントされており、パッケージ的には非常に優れた設計となっています。モデルチェンジを重ね、1990年まで生産が続けられました。展示車両は GTS で、ボンネットやボディの下半分がブラックのツートン仕上げが特徴となっています。劇中では四国の C のドライブで登場しています。 AC コブラ。もともとは英国最古の自動車メーカーの一つとされる AC カーズが1953年に開発した ACS に米国人レーサーのキャロル・シェルビーが調達したフォード製 V8 エンジンを搭載することで AC コブラは1962年に誕生しました。1962年から70年の間にマーク1からマーク3まで約950台のオリジナル AC コブラが生産され、60から70年代初頭の欧米のレースで大活躍しました。しかし AC カーズは1970年代後半に倒産してしまい、 AC コブラの商標や技術資料などは他社に譲渡されていました。するとコブラの名をめぐってキャロル・シェルビーが裁判を起こし、コブラの名を独占的に使用できる権利を獲得し、シェルビーコブラと呼ばれる後継車を製造、小規模ながら現在でも販売をしています。一方 AC カーズも経営再建などを経て少数ながら現在でも AC コブラの販売をしています。展示車両は1997年から2001年に AC カーズにより59台製造された AC コブラのうち、その中でもアルミニウムボディを持つ22台のうちの1台となっています。パンサー J72。ロバート・ジャンケル率いるスペシャリストのパンサーが1972年に送り出したモダンヴィンテージカーを標榜する豪快な2シーターグランツーリスモです。外観はジャガー SS100 を模したデザインとなっており、設計方法も可能な限り1930年代のヴィンテージ機を踏襲しています。エンジンは当初ジャガー XK 用直録 DOHC3781cc でしたが、まもなく 4235cc190PS ユニットに変わりました。オールアルミ製のボディは車重1トンを上回るものの、最高速度は205キロに達していました。外観こそヴィンテージカーですが、
ヴィンテージカー最大のウインクポイントであるブレーキ、タイヤは1970年代の技術でアレンジされており、走行性能は当時のスポーツカーに引けを取らないものでした。1981年までの10年間に計300台が生産されていました。駆動方式は FR、変速機は4速マニュアルトランスミッションまたは3速オートマチックトランスミッション。展示車両は 4235cc のエンジンを搭載しており、1976年から用意されたオートマチックの1台となっております。はい、ここまでサーキットの狼に登場したスポーツカーや海外のスーパーカーたちをご紹介してきましたが、バックヤードには国産の超希少なクラシックカーもきれいに保管されています。そちらもご覧ください。日産 R382。 1969年の日本グランプリには日産、トヨタ、ポルシェが参戦。日本モータースポーツ史上一つの頂点と呼べるレースとなりました。このレースに日産は3台の R382 を出場させました。予選でポルシェ、トヨタを抑え R382 は1位から3位までを独占。決勝ではウィークポイントのクラッチに負担をかけないよう慎重なスタートとなり、ポルシェ、トヨタの先行を許すもすぐに抜き返し 1,2,3 フォーメーションを築きます。その後高橋社がトラブルで遅れるも黒沢、北野でワンツーフィニッシュ。日産にとって2年連続のグランプリ制覇となりました。展示車両は予選でポールポジションを獲得し2位に入賞した北野選手の20号車です。長い間分解状態で保管されていた車両を当時のメカニックの手により再生され、2013年12月によみがえりました。帰ってきた。
ちょっと待って。ポルシェだそうです。ポルシェ。しといた方がいいなこれはな。そうですね。いや本当その第2弾やったら絶対来ます、ね。はい。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも失礼します。じゃあどうもありがとうございました。お邪魔しました。失礼します。はい、以上池澤聡サーキットの狼ミュージアムを満喫しました。入場料800円でしたが、オーナーさん、ミュージアムのオーナーさんからいろんなお話を伺えたり、スタッフさんからいろんなお話を伺えたり、他のお客さんともちょっと仲良くなっちゃったりして、ちっちゃい子、私の講師に同乗してもらったりして、非常に楽しい一日でしたね。雨雲が近づいてきてまして、雨が降らないうちに帰りたいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。